はい。ということで今回は、弥勒様の風穴問題。弥勒が風穴をなくしたことを悔やんでいるのは解釈違いなのかどうなのかっていうのを、今までヤシャ姫内に出てきた悔やんでるシーンと、イニヤシャ劇場版で実は風穴の呪いって解けていたよねっていう時のことを踏まえて話をしていきたいと思うんですが、まずその風穴問題って何っていうね、声あると思いますので、概要から少し話していきますと、前作イニヤシャでイニヤシャたちと旅を共にしてきた弥勒様の右の手のひらには風穴というね、全てを吸い込む穴がありまして、強大なね、力を持った妖怪に対しては、この風穴を使って戦っておりました。けどこれは別に自ら望んで得た力ではなく、もともとは弥勒の祖父が奈落と戦った時に受けた呪いが子孫に受け継がれていった結果、孫である弥勒にもね、風穴が継がれていったよっていう話なんだけど、これがですね、強い武器として使えるだけならば、まあ良かったんですが、奈落がですね、与えた呪いですので、デメリットがあります。それが、どうやらこの風穴っていうのは時が経つにつれて、どんどん大きくなっていき、20年ちょいで、持ち主さえ飲み込んでしまうっていう、死の呪いだったわけなんです。だから弥勒様は、風穴がいつ自身を飲み込んでしまうかわからないという死の不安を抱えながら、この呪いを解く唯一の方法である奈落を追いかけておりました。そしてついにですね、イニヤシャ完結編で奈落を倒すことができ、風穴の呪いも解けて、よかったねーっていう話だったんだけど、続編の汎用のヤシャ姫の方では、ちょこちょここの風穴がなくなったことを悔やむセリフを言っているんだよ。これがせっかく苦労して、弥勒様だけではなく、仲間みんなが心配していた風穴の呪いを解いたのに、そんなことを言うんだろうかと。いや、弥勒様はそんなこと言わないねっていう声が出ているよっていうのが、とりあえずの風穴関連の概要でございます。このね、どうなんだっていう意見非常にね、よくわかるんですけども、僕的にはですね、情緒酌量の余地は全然あるのではないのかなと思うところがありまして、まずそもそも風穴をなくしたことを悔やんだと思われるシーンを見てもらいたいんですが、最初に出たのが第22話、奪われた封印。ここで弥勒の封印術を奪いに来たゼロに、千日行なんて名ばかり、未だ風穴を諦めれぬ様子と言われた後、簡単にそのあずさの弓張りによって弥勒様が囚われてしまう話があるんだけど、この時弥勒が、ゼロに揚力がないから油断して捕まってしまったって言っているんですが、それだけではなく、この未だ風穴を諦めれぬ様子っていう言葉が、図星だったがゆえに動揺して捕まったのかなと思うんですよね。そして、この動揺したってことは風穴に未練があったのかなと。けど、その弥勒様的にもですね、こんな風穴を欲しがっていると取れるような気持ちは誰にも言えないですし、ましてや自身のために命を懸けてくれた妻サンゴになんて特に感づかせてはいけないという意識があったのではないのかと思われます。しかしそれをいとも簡単にゼロに見透かされてしまって動揺したっていうのもあるんではないでしょうか。で、あともう一つ34話結成の作前編でも満月狸との戦いで風穴があればっていうセリフを言っているんだけど、これは一旦ちょっとまた置いときます。で、次になぜ弥勒がそこまで風穴に未練があるのかっていう話なんですが、この気持ちがわかるセリフがですね、汎用のシーン第1話ですね。根の首の攻撃に苦戦していた弥勒が風穴がない己の無力さを思い知りますというセリフ。で、次に、ヤシャ姫13話で千日行を積んでいる弥勒様が風穴をなくしてからも妖怪退治をしていたある時、とてつもなく強い妖怪で己の無力を悟り、行を積むことにしたってね。ここらのセリフからわかる通り、その自身の風穴はなくなったんだけど、それによって自身の力のなさっていうのをすごい痛感しているがゆえに、風穴に未練の気持ちがあったのかなというところですね。そしてさらに思い出してほしいのが、今、イヌヤシャカゴメって黒真珠に入れられちゃってるじゃないですか。でもこの弥勒様目線だと、この二人って行方不明というか、そもそも生きてるかどうかもわからない状況なのかなと思うんですよね。もちろんですね、その琥珀も成長しておりますし、翡翠とは刹那諸刃っていうね、頼りになる存在っていうのはいるんですけども、奈落を倒すためにずっと旅を共にしてきた、信頼していた仲間だからこそ、そのイヌヤシャとカゴメがいない今ですね、仮に奈落のようななんともできない強大な敵が出てきた時に自分は大切なものを守れるんだろうかと。いや、できないかもしれない。ならば、そんな敵が出てくる前に力をつけなければならないのではないか。そう、かつての風穴に並ぶ力をといったように、あれだけ解放されたがっていた風穴があればと思ってしまうほどに力を望んでいる表現が、この風穴に関する発言だったのならば、これはある程度ね、納得できるところはあるんではないかと、個人的には思います。そしてこれ最後に余談の範囲なんですが、2002年に公開された劇場版イヌヤシャ鏡の中の無限城にて、映画の序盤も序盤に、その奈落をイヌヤシャたちが倒すんだよね。そしてその結果、弥勒の風穴の呪いも解かれるんですよ。だからそれぐらいちゃんと、倒すんで、実はそのイヌヤシャ完結前に貴重なね、風穴のない弥勒の姿を見ることができるんですけども、でも劇場版ですので、その映画限定の強な敵って出てくるわけじゃないですか。で、その敵を前にして弥勒様が今ほど風穴を愛しく思ったことはないっていうね、汎用のヤシャ姫での弥勒様と似た言葉を実はもうこの時にも言っていたりするんだよね。
まあでもね、もちろん、劇場版ですので、そこまで当時の情報を終えてないっていうのがあるんだけど、僕が。おそらくその原作者の高橋留美子さんも確認とかはしているけど、そこまで関わっていないのかなっていう風に思われますので、関係ないっていう風にも言えるんですが、でもこれある意味、その汎用の夜叉姫とこの犬夜叉劇場版って似たような立ち位置である作品にも見えるんではないでしょうか。しかもこの映画の脚本が住沢克之さん。今、汎用の夜叉姫でシリーズ構成を担当している方と同じなんですよね。まあ、犬夜叉の方でもそうなんですけど。だからまあ、この当時の映画に寄せたっていうとね、変な話ですが、もしかしたらこの2002年の時すでに風穴を失った後の弥勒の姿っていうのは完成されていたので、まあ、似たような作品、状況である汎用の夜叉姫でも似た風穴発言を弥勒はしていたのかもしれませんね。はい。まあ、こんなところでね、今回は弥勒様の風穴問題、悔やんでいるのは解釈違いなのかどうなのかっていう話だったんだけど、まあ、最初にね、これ言ったように、弥勒様はこんなこと言わないっていうね、まあ、気持ち非常によくわかります。俺も最初どうなのかなって思ったりしたんだけど、まあ、よくよくね、見ていったり、話をね、深読みしていくと、まあ、個人的にはやっぱその風穴を望んでしまうほどに弥勒様的にも思うところがあったのかなというふうに感じました。ぜひぜひ皆様の中でもね、こう思うとかあれば、コメントいただけたらなと思います。それでは、ありがとうございました。